回ってるんで、谷川さんももうよきとこでオープニング撮っちゃって大丈夫。いいですか？はい。はい、どうも、谷川です。まず最初にですね、つい先日、トロス様が70万部様突破しました。その70万部様突破した記念動画は次回上がるとして、今回の動画なんですけど、僕の思う理想の朝食を作っていこうと思います。どんな朝食にしようかめっちゃ迷ったんですけど、なんだかんだ日本人としての理想の朝ごはんって、ご飯、味噌汁、漬物やと思うんですよ。なので今回はその3品で質素だけども贅沢な朝ごはんを作っていこうと思います。ただちょっと途中で昆布とかそういった細かい内容が入りますので、そこだけはね、ちょっと気をつけていただければと思います。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では早速作っていきましょうか。ではまず最初に付け合わせというか、小鉢のお漬物から漬けていこうと思うんですけど、今回漬けていきますのが、こちらの長芋ですね。結構立派。ではまずこの長芋の下準備の前に、今回の漬け汁から作っていきます。ではまずその工程にチェンジ。ではまず酒と、みりんを1対1。いわゆる同割りですね。そうしましたらこれを、あとは火が消えれば OK。で、今回動画上ね、わかりやすいように火をつけたんですけど、これものすごく大きな火が上がりますんで、もしされる際はくれぐれも弱火で。で、こういった鍋じゃなくても、こういった耐熱容器に入れて、電子レンジでチーンとして、アルコールの匂いがしなくなればもう大丈夫ですんで。では一度こちらを常温まで冷ましていきます。ではその間に、そうしたらこれをジップロックに入れて、先ほどの煮切った酒とみりんと濃口醤油を1対2の割合で中に注いだら、潰したニンニク加えて余分な空気抜いて、このまま冷蔵庫で半日から1日ということで、また明日へ移動。はい、どうもおはようございます。ではここからこちらの味噌汁を作っていくんですけど、今水にだし昆布入れて、一晩ふやかしてます。そしたらこれを火にかけて、65度になったら弱火にして、このまま温度を見ながら20分ぐらい。もしこういったものがなかったら、今でだいたい1回触って熱っていう感じじゃなくて、3回ぐらい触って熱っていう感じ。昆布の旨味成分のグルタミン酸が一番60度から70度ぐらいが出やすいので、今その温度帯をキープしてる感じですね。これガンガン沸かしちゃうと、昆布からぬめりとかが出てきちゃうので、そこだけ注意していただければ。で、これ煮出してる間に、ちょっと昆布のお話をしたいんですけど、今回の動画の主軸はここになります。毎度のことながら、これからすごく細かいことをお話しますんで、苦手な方は2、3分ほどスキップしていただければ。一口に昆布って言ってもいろんな種類の昆布があると思うんですよ。スーパーとか行っても。で、代表的なもので言うと、こちらから真昆布、ラウス、利尻、日高の4つ。今回この4つの違いというか、それぞれの特徴というかね、そういったものをお伝えできればと思うんですけど、それぞれの産地で言うと、真昆布が大体ここら辺。函館とかあるところ。で、ラウスが知床半島のところ。で、利尻が北海道の上の方。で、日高が日高沿岸。大体こんな感じ。実際こっちの野サップの方とか、あとこっちの小樽の方とか、こっちでもね、昆布は取れるんですけど、ちょっと今回は省略。ではそれぞれどんな味わいなのかっていう話に移ると、この4つをそれぞれ出したのが、こちらの4つですね。こちらから真昆布、ラウス、利尻、日高。まだ2時間ぐらいしかね、出してないんですけど、まず真昆布からいくと、上品な香りで、甘みも旨みもある、澄んだ綺麗なお出汁。もうどんなものにでも使える万能出汁って感じ。んで、ラウスが、香りも旨みもグッとくる、ちょっと黄みがかったお出汁。結構しっかりと昆布ですって主張してくれるんで、どちらかというと鍋とか煮物用のお出汁。んで、続いて利尻が、結構色出ましたね。ちょっと今回ね、黄みがかってますけど、基本的にはすっきりとした綺麗なお出汁。だからお吸い物とか、素材を生かす料理にぴったりなお出汁。で、最後に日高昆布が、基本的にはこっちのお出汁よりも、こっちの昆布自体の方が、すぐ柔らかく煮えてくれるので、なおかつ味もいいので、出す昆布というより、食べる昆布ってイメージ。一応お出汁も取れるんですけど、
ちょっと粗いかな。今回のこの4つの中で一番グルタミン酸が少ないので、ちょっと物足りなく感じるかもしれないですね。とは言っても、実際の取れた場所ごとによって、日照時間とか、あと生育環境とか、そういったものでも全然変わってくるので、一概には言えないんですけどね。ちなみにこれは浜角さって言ったりするんですけど、ということで、覚えておくとちょっと普段の料理が楽しくなるであろうちょこっとしたコーナーでした。って言ってる間に昆布もいい感じに出汁が取れましたんで、この続きと参ります。でこれわかめのぬめりとかを含んだアクなので、これ丁寧に取っといてあげるとこのお出汁自体のね保存期間も伸びるかと思います。アクを取ったら火を止めて、ちょっと落ち着かせて、ちょっとこの湯気が落ち着いてきたなーぐらいのタイミングでたっぷりの鰹節、あとはこのまま2分放置。あとはこれをこせばいい色の出汁が取れましたね。それではこちらを鍋に戻して、今日はすごくシンプルに豆腐とあとわかめ加えて、あとはお味噌を溶かせば味噌汁完成。ではお漬物もいい感じに浸かりましたので、こちらを切って盛り付けていきます。あとは刻みわさび添えて、はい、これで和朝食の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。和朝食。パッと見ると若干質素に見えるかもしれないですけど、これが一番の贅沢ですよね。では食べてまいりますか。いただきます。やっぱ朝はあったかいお茶ですね。では食べていきましょうか。日本人でよかった。いやもうシンプルイズベスト。はじめて今回の生わかめを使ってるので、やっぱ乾燥とは違いますね。もう全然プリプリ感が違いますもんね。で、今回結構濃いめに出汁を取ってるっていうのもあって、ちゃんと鰹節と昆布が生きてますもんね。まず最初に味噌と鰹がフンって抜けたかなと思ったら、後からわかめの昆布が追いかけてくる感じ。これぞ本当のグルメです。ではお漬物参りますか。今回はこの長芋だけじゃなくて、この間のワニで余ったセロリと、あと普通にスーパーで買ってきた梅干しもつけちゃいました。ちょっと彩りがね、刻みわさびちょっとつけて、うまっ。今回結構しっかりめに漬け込んであるんで、いやこれご飯が進むわ。和食最高。いやこれ絶対一番贅沢な朝ごはんですよね、これね。お漬物とご飯と味噌汁、まさしく原点にして頂点。梅干しって最強のご飯のお供よね。もうこれ一粒で1合はいけるんじゃねえかな。酸っぱでもうんま。でいつもならですね、もうちょっと実食中とかでお話したりするんですけど、どうしましょう。話すことがなくなった。なのでちょっと食没に入ろうかな。また数秒後お会いしましょう。
っていうところで、もうお漬物も終わってしまいまして、あとご飯はこのぐらいっていう感じなんですけど、こういう場合皆さんどうします？なんかちょこちょこっとしたね、おかずを作ったりとかもあると思うんですけど、僕はこういう時、もう猫まんまにしちゃう。もうこれはあれですよね。日本古来より続く食のマナーっていうのは嘘で、あんまりね、マナーのいいもんではないので、人前ではあんまりしないようにね。よし、では尋常に。もうこんなもん言わずもがなでうまいわ。もうこの背徳感が最高のスパイス。じゃあ最後味変にちょっと柚子胡椒を入れて、うめえ。やっぱ柚子胡椒は裏切らんね。でもちょっと入れすぎた。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。やっぱなんだかんだこういったご飯が一番美味しいですよね。なんか改めて、日本人でよかったと思わされたご飯。で、実際のところ、今回ちゃんとお出汁を取るところから始まってるんですけど、実際の僕のプライベートはって聞かれたら、お鍋に水張って、沸騰したら火止めて味噌溶かして、はい、完成っていう感じなんですよ。もうなんか、だしの素とかああいったものも一切使わず、もうほぼ味噌溶きお湯。でも実際そういうのでも美味しいですもんね。やっぱ和食は好きだわ。とかなんとか言いつつ、今回だいぶ調理編も実食編も短くなっちゃったかなと思うんですよね。すごくシンプルなものを作ったので。だから次回はちゃんと頑張ろうかな。また次回の動画をお楽しみに。っていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では。